はいどうもこんにちは、タムです。今回はコンタミの解説をしていきたいと思います。コンタミネリットの最初の立ち回りは、最初この右上の丘の上にそこをバイクで行きたかったんですけど、奪われたんで徒歩で行きたいと思います。で、この丘の上に着いたら、まず警戒するのはこの右上のスナイパーたちですね。で、いないのが分かったら、その手前に張り付いてる敵をどんどんこちら側から撃ち殺していきたいと思います。気をつけなきゃいけないのは、リスポーンしたスナイパーたちで、もう一回このポジションを取ろうとリスポーンしてくるので、ここのポジションを守るような立ち回りをしていきましょう。最初この丘を抑えれるか抑えれないかだけで、この最初のセクターが取れる取れないの差になってくるので、この最初の丘の上を取る立ち回りを大事にしていきましょう。って言った通り、セクター1が取れたので、次はセクター2の立ち回りを解説していきたいんですけど、そのセクター2に移っていく前に、この手前の丘からこの岩を使って、この岩周りに大体張り付いてくる敵がいるので、その岩周りの敵を殺しつつ前に進んでいきましょう。ほぼ 100% の確率ですね。いるので。で、次にこの通路ですね。この通路にも人がいるので、ここ渡るときは気をつけながら渡りましょう。で、この岩に張り付いて戦うんですけど、この通路からの車線に気をつけながら、少しずつこの前の岩に出て、この A 中の手前に張り付いている敵を倒しつつ、後ろも警戒しつつな動きをして、敵をどんどん倒していきましょう。で、車線が悪いなと思ったら、ここぐらいまでは全然上がっちゃっていいと思います。ただ、この目の前の通路から敵出てくるんで、これに気をつけながら立ち回っていきましょう。一回こっちの手前の岩に戻りますかね。この手前の岩から見えるのは、この上の砲台と、奥のこの岩の塊と、この右上の岩ですね。ここにもよく敵来るんで、しっかりと覚えておきましょう。で、A が取れた後なんですけど、これがかなり自分も難しくて、裏取りすることがよくあるんですけど、自分は。今回はちょっと、それは自分流すぎるなと思ったんで、この正面から行くやり方を見せていこうかなと思います。正面は、ここの上によく敵がいるので、この目の前の石のブロックを、コンクリートブロックですかね、を使いながら前に上がっていきましょう。で、もう一つはこの通路を味方と一緒に上がっていくやり方ですね。この奥かこの左手前かに敵がいるので、この味方と一緒に上がりながら B に詰めていきましょう。で、裏を取るときなんですけど、この後ろの岩周りの敵に撃たれがちなんで、それに注意しながら、ちょっとずつ前に行って後ろを取っていきましょう。はい。第2セクターが取れた後の立ち回りですね。自分は毎回この右側に行きますね。何がいいかっていうと、この右上にあるこの小さな岩の塊がゴールなんですけど、ここに向かうことによって、ここにたどり着くと、A サイトの中の敵が丸見えになるんですよね、ほぼほぼ。と思ったら今回はいないですね。ただこういった奥の敵だったりを狙ってあげて、味方のサポートになるようなキルを増やしていきましょう。そうすると、このセクターは結構難なく取れることが多いかなと思います。で、A が取れた後の立ち回りなんですけど、これまた一緒で、右の丘の
この周りですね。を徹底的に、岩の周りを徹底的に攻めていく感じですね。ただ、もちろんいっぱいいるので、この丘の上の敵だったりに気をつけながら戦っていきましょう。で、ここは分隊と一緒に上がれるようだったら、もうしっかりと一緒に上がっていきましょう。で、ここの手前が取れたらもうパーティーで、このスポーンから上がって B に来る敵をどんどん横から刺していきましょう。はい、第3セクターが取れた後はですね、ここを渡っていきたいんですけど、ここはよく見ている敵がいるので、気をつけながら渡っていきましょう。で、ここを渡った後ですね、ここ渡った後は、この手前の張り付きに気をつけつつ、この丘上に固まってる敵をですね、この丘上に溜まってる敵をですね、倒していきたいんですよね。なぜなら、この丘上を取らないだけで、A が取れる簡単さが大幅に違うんですよね。で、倒せたら自然と A が取れると思うんですよね。A が取れた後はこの右上の丘に向かうことをお勧めします。この右上の丘は敵がたくさんいるんで、ゆっくりと手前にいる敵を倒しながら進んでいきましょう。で、ここから見えるのは、この丘上の敵たちとか、この手前の張り付きしている敵とか、あとはたまにこの手前で戦っている敵も見えるんで、この辺を狙っていきながら戦っていきましょう。で、大体この手前の敵がいなくなったなってなってきたら、立ち回りを変えていきます。で、もう一個の立ち回りを紹介するなら、この左手前をゆっくり上がっていくことですね。ただ、ここは近距離戦になりがちなので、自分はあんまりおすすめしませんね。はい、半分味方頼りだったセクター4が取れました。セクター4が取れた後は、かなりやりようがあって、まず一番最初に行きたいのは、この上に乗って、横にいる敵を殺していくことですね。いないようだったら、この正面の敵をどんどん狙っていきましょう。で、もう一つの立ち回りですね。この左側の丘を上がっていって、丘上から右のサイト側の敵を狙うんですけど、この手前にいっぱい敵がいるので、できれば分隊か味方と一緒に上がっていきたいですね。ただ、この左奥から敵が上がってくることがあるので、それに注意しながら戦っていきましょう。ちょっとフォーカスが増え始めたので、ポジションを変えていきます。この下に降りて、そのサイト真横の敵を平坦な道から撃っていくのは終わりで、なんかここまで来るとサイト入っちゃえば勝てるところはあると思います。
以上がコンタミネイリットの解説でした。はい、続いてやっていくのは防衛ですね。防衛も最初からやること決まってて、行くのはこの左上の丘上ですね。攻めと同じです。で、そこから A に流れていく敵をひたすら横からもうパシュンパシュン打っていくだけなんですけど、だからこそあんまり好きじゃないみたいなところはあるんですよね。ただ気をつけなきゃいけないのが装甲車がよく上がってくるので、それは本当に気をつけながら戦っていきましょう。今回は装甲車とか戦車が正面行ってくれてるので、もうひたすら横から撃つだけですね。全然敵が見つからないんですけど、ゆっくり探しながら余裕持って撃っていきましょう。先ほど言ったポジションか、この手前のポジションですね。を使って、どんどん打っていきましょう。はい、左上で取られた後の動きですね。少し変わるんですけど、基本は一緒で、この左手前の方から、少しずつ左上を取り戻していく感じですね。装甲車に狙われたりするんで、頑張って走り抜けたり、バイク取り出して走り抜けたりするのもありですね。で、気をつけなきゃいけないのは、奥の敵ですね。この山上とかにスナイパーよくいたりするので、そこに気をつけながら撃っていきましょう。ここ車線よく通るんで、死なないようにゆっくり狙うっていうよりかは、早めにゆっくり、早めに敵を殺していくことを意識しましょう。一回ここを取り切っちゃいさえすれば、第一セクター結構余裕なので、このポジションにいるときに気をつけるのは、山上とこの手前ですね。スナイパー対決の時に使いたいテクニックが頭出しですね。こうやってしゃがんで頭出してってのを繰り返すことによって頭出し対決ができるので、敵からしたら相当狙いづらいんですね、そういう敵って。なのでこのテクニックは非常に使っていくべきテクニックだと思います。第1セクターが取られた後、次におすすめするポジションは、このちょうど壊せるこの出入り口の目の前のこの丘の上ですね。この丘の上は非常に見渡しやすいので、自分はかなり最初使ってますね。ただこうやって見つかると横から撃たれるので、車線管理は非常に気をつけなきゃいけないのは変わらないですね。こうやって横に流れてる敵がよく見えるので、ゆっくり狙っていきましょう。で、次におすすめするのが、この灯台の中ですね。ただ、ここは車線が非常に多いのと、走行車も来がちなので、非常に車線管理を気をつけつつ、かつエイムも良くなきゃいけない場所なんで、難しくはあるんですけど、キルはとても稼ぎやすいですね。自分は結構よく使ってます、守りの時は。で、A が取られた後の立ち回りは自分2択あって、 B 中こもって A から流れてくる敵を殺すか、単純に A 周りのこの手前を押さえてくる敵を後ろからキルしていくの2択ですね。で、この右上にも敵がいたりするので、気をつけながら手前の壁を使って戦っていきましょう。
敵が思ったより前出てくるんで、気をつけながら、手前を警戒しながら戦っていきましょう。もう一度ここの砲台の手前に入って、映画の敵を殺すのもありなんですけど、こうやって敵の距離が近くなっちゃうので、あんまり、スナイパーの立ち回りではないので、おすすめはしません。ただ、キルをいっぱい稼ぎたい人には、やってもいいんじゃないかなっていう案の一つではあります。あと今回特別に B どうやって攻めるかっていうのを守りで見せてみたいなと思います。B はこの上にいっぱいいることが多いので、下から入りつつ、上の階段登って、近距離で戦っていく感じですね。で、B が取れたら、このトンネルに、B が取れたら、この階段からもう一度上がって、外の周りの敵を倒していくイメージですね。はい、やっとセクターが取られたので、第3セクターの方の立ち回りを見せていきたいと思います。第3セクターは結構単純で、この左の小さな岩の塊の上から A に流れてくる敵か、この正面にいる敵を撃っていくイメージですね。装甲車来られたら結構おしまいなので、装甲車来るまでは結構耐えれるんですけど、装甲車来たら結構諦めてください。味方の、そうですね、耐え次第ですね。正面の車線に注意しながら、この A の周りに固まってる敵を倒せたら倒しましょう。装甲車が来ましたね。この場合は結構、味方頼りで、いやでも倒してくれそうですね。で、ここリスク背負って前に出ると結構、車線通るんで、はい。で、次が A 取られた後の立ち回りですね。A 取られた後も結構一緒で、この左に流れてくる敵に気をつけつつ、自分ももう一回上がっていきたいなっていうイメージなんですよね。ただ味方の上がりがないと結構一人だときついので、軍隊の仲間と一緒に上がれるなら上がりましょう。この左さえ押さえてれば B は守れるって思ってくれても全然構わないぐらい大事な場所ですね。こういう時はほぼ角でリスポンビーコン置いてあるんで壊していきましょう。こうやって一回裏取れると、いっぱいキル取れるので、どんどん狙っていきましょう。はい、続いては第3セクターが取られた後の立ち回りですね。これは結構決まってて、この左上の丘をいかに守れるかっていうのがキーになってくるんでしたよね。左上の丘を守ることによって A に流れてくる敵だったりを撃ち下ろせるんで、かなり重要なんですけど、ただ同時に難しいのが、この手前から上がってくることができるので、手前の敵と戦いつつ奥の敵を狙いつつっていうこのバランスですね。バランスに気をつけながら戦っていきましょう。こんな感じで手前張り付かれるとすぐ殺されちゃいましたね。ここら辺のポジショニングは自分と相談しつつですね、決めていきましょう。
で、ここのポジションは取れたらラッキーぐらいの勢いなんですけど、取れたらこんな感じで奥の敵が狙えるので、ただ手前のこの張り付きの敵ですね。結構来るので、気をつけながらというか、まあ無理なんですけど、ほとんどの場合。で、次、この B 取られそうな時の立ち回りですね。このスナイパーがいるポジションは自分も結構気に入ってて、ゆっくりたくさんの敵を、右に流れてくる敵を狙えるので、これ全然ここはゆっくりでいいんで、ゆっくり狙っていきましょう。何してんでしょうね。で、もう一個の立ち回りを上げるとしたら、この左前に走っていくことぐらいですね。ただ左前はこの上から上がってきたりするので、十分その車線とかに気をつけつつ、前に上がっていって横をついていくイメージですね。これはもういつも同じなんですよ。はい。これ別事例なんですけど、最終セクターの解説したいと思います。最終セクターは、この A の正面の上に上がってもらって、右から流れてくる敵と、左の上のドームの上に流れてくる敵の2つをですね、対応するような立ち位置を最初取るのをお勧めします。最初なら味方がドームの前に張り付いて下から上がってくる敵はだいたい防いでくれるので、その間にその横に流れてくる敵と正面の敵をキルしていく感じですね。で、この後取られた後の、はい、さっきのポジションが取られた後の立ち回りを解説していこうと思います。まずこの砲台の手前まで来て、味方が一緒にいて、上に上がれるようだったら、ガンガン上に上がっていってもらって、いるようだったら味方を待って一緒に上を殺していきましょう。で、上に上がっていくと、この左に張り付いている敵がたくさん見えるので、この敵をキルしていくのがメインなんですけど、もちろん敵もこのポジションが強いって分かってるんで、かなりここを取りに行こうとたくさんの人数が上がってくるので、正面と横をどっちも警戒しつつ立ち回っていきましょう。ただこの最終セクターは結構最終セクターまで来られるとこの試合負けることが多いので、まあ残りどれだけキルを稼げるかみたいなところはありますね。守りは特に。これからもこのような動画を作り続けるので、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。